緊急速報です。京都の繁華街にて一人の貧乏学生が高級書店を襲撃。彼が陳列棚に残したのは鮮やかな爆弾ことレモン1個でした。鬱屈した自意識が引き起こしたこの想像上のテロルに今全読者が震撼しています。皆さんこんにちは。国語対話の時間です。司会の MC です。早速ですが見てください。今週の画角コーナー、タイトルは青春の輝き。 MC が描いた丸善の棚に輝くフレッシュなレモンです。どうです、このあふれんばかりのビタミン感。おや、解説の猫です。 MC 氏、その絵、輝きというよりは警告色ですね。中央の歪んだ楕円は主人公の肺を蝕む病魔と社会へのテロリズム的衝動を暗示しています。実に見事な伏線、フラグですね。いや、これただの可愛いフルーツですよ。猫さん考えすぎじゃありません？いいえ、その不安定な配置は爆破の中心地グラウンドゼロを正確に示しています。つまりこのレモンはすでに起爆装置として起動しており、あと数秒で鬱屈した自意識とともにこのスタジオごと。いやー、もういいです。強制終了。さっさと本編行くで。さあ、ここからは真相究明のコーナー。教科書でおなじみの名作レモンを徹底的に解剖しちゃいますよ。やれやれ、陰鬱な詩小説を解剖とは、MC 氏が望むならこの作品の不穏なソースコードを監査して差し上げましょう。もうまたそんな言い方して。まずは主人公の紹介です。京都の街をさまよう少し病弱な学生さんですよね。儚げで尊いです。儚い？いえ、彼は工業製品としてみれば明らかに欠陥品です。肺腺カタルという持病、常に微熱がある状態。ちょっと待ってください。病気の人を捕まえて欠陥品だなんてさすがに言葉が過ぎますよ。事実です。彼のスペック表を見てください。冷却ファンが故障し CPU が常時80度を超えている状態と同じですよ。それは確かに熱っぽいですけど。つまり彼は人間としての稼働限界を超えたサーマルランナウェイの状態で街を徘徊しているのです。いつ発火してもおかしくないリコール対象の危険物なんですよ。人間をリコールとか言わないで。彼は必死に生きてるんです。ではその生き方のログを解析しましょうか。彼は友人宅にもよらず薄暗い路地裏や汚い店ばかりを好んで歩き回っていますね。それは心が疲れてるから静かな場所に行きたいだけじゃないですか。風流ですよ。いいえ、これは明らかなシステム障害です。本来の目的である学校や下宿へのアクセス権を失い、サーバー内を無限にさまよう。さまようって散歩くらい誰だってしますよ。正常なユーザーなら目的を持って移動します。しかし彼は処理落ちした NPC のように同じ場所をぐるぐると回っている。これは無限ループと呼ばれる致命的なバグです。バグ扱いすな。悩み大きい若者の心の迷路なんですよ。仕様です、仕様。学術的にはそうですが解釈違いですね。さて、そんなバグまみれのアバターが八百屋であるアイテムを入手します。レモンです。やっと出ました。鮮やかな黄色、冷たい手触り。これが彼の心を癒すんですよね。最高の M アイテムです。癒し？ MC 氏、条文をよく読んでください。ただの果実を握っただけで脊髄に冷たさがしみる、幸福感が湧き上がる。まあ感受性が豊かな子だから。いいえ、その異常な多幸感は完全に黒です。このレモンは法に触れる成分を含んだ指定薬物である可能性が極めて高い。は？ただのカリフォルニア産かもしれないでしょ。何言ってんの？冷静になってください。彼はその後その物をポケットに入れ、異常な全能感に支配されています。これは典型的な覚醒剤取締法違反の症状です。あんたええ加減にしときや。八百屋のおっちゃんに謝れ。レモン1個なんぼや思てんねん。せいぜい100円やろがい。MC 氏、急に柄が悪く。失礼しました。あまりにひどい言いがかりだったのでつい取り戻しました。不幸、心臓に悪い。では気を取り直して、彼はその危険な果実を持って高級書店丸善へ向かいます。ここからがクライマックスですよね。合衆を積み上げてその上にレモンを置く。まるで芸術的なオブジェです。オブジェ？とんでもない。彼は合衆を軟雑に引き抜き不安定な塔を建設しました。これは MMO における悪質な設置型妨害工作ですよ。妨害工作って？ただちょっと本を並び替えただけじゃないですか。いいえ、公共のフィールドに当たり判定のあるオブジェクトを大量展開し、他のプレイヤーの動線を塞いでいます。しかも頂点に爆弾に見立てたレモンを設置するなんて。だからそれは彼の壮上な遊びだってば。想像だろうとサーバーへの負荷は時代です。この行為はマップのテクスチャを破壊するチート行為に等しいです。いけー、やっちゃえ。そんな堅苦しいマルゼンなんかレモンの黄色で染めてしまえ。MC 氏が共犯者に。そして彼はレモンを置いたまま線を出ていきます。これが爆弾だったらいいのにと妄想しながら。最高にスカッとするラストじゃないですか。憂鬱な気分を吹き飛ばす青春の爆発ですよ。いいえ、これは金融用語でいうところの損切りというロスカットですね。抱えきれなくなった自意識という不良債権をマルゼンという市場に不法投棄したに過ぎません。不法投棄？彼は自分の負債を社外に押し付け、自分だけ債務不履行を宣言して逃亡したのです。実に卑怯な経営判断だ。
あんたな、さっきから聞いてりゃ5択並べて本は元の棚に戻さなあかんやろ。店員さんが困るやろがい。また出た。それに食べ物をそそむつすな。レモンはビタミン C の塊やで。風邪ひいとるならなおさら家帰って蜂蜜漬けにして食わんかい。何が爆弾や、寝言は寝て言え。正論ですが、それを言ったら文学が成立しませんよ。もうせっかくの感動が台無しや。私また何か。 MCC の二面性こそ最大のホラーですよ。見事な伏線ですね。ひどい話です。でもここからが本当の地獄です。次は禁断のバックルームへ参ります。感動的なラストの余韻に浸りたいところですが、現実は待ってくれないんですね。あや MCC、センチメンタルな顔をしている暇はありませんよ。現代のネット民はこの名作を極めて冷徹なロジックで切断しています。ネットの反応ですか？きっとエモいとかわかるって共感の嵐ですよね。甘いですね。コメントを読み上げます。食べ物を本の上に置くな。汚い。店員の迷惑を考えろ。買ってから置け。これが現代の正解です。うわー、正論すぎて心が痛い。もう少し文学的な余白を楽しんでもいいじゃないですか。無駄な徘徊は時間の浪費です。現代はコストパフォーマンスならぬタイパ至上主義の時代。彼のようにうじうじ悩む暇があればさっさと答えを出せと社会は要求するのです。タイパって悩みの中にこそ青春の輝きがあるのに。学術的にはそうですが解釈違いですね。そもそも作者の梶井元次郎という男、その輝きの裏には凄まじい文豪の狂気が潜んでいます。狂気？あんなに繊細な文章を書く人が？シュー。彼は極貧のくせに高級な香水やクラシックレコードには金を惜しまない浪費家でした。下宿の家賃すら払えないのにです。それはちょっと生活者としてどうなんですか？夜勤朝礼です。友人に金を借りまくり、それを返さずに散財する、まさに自転車操業の破滅的ライフスタイル。彼にとって借金とは芸術のための燃料だったのですよ。あかん。その話聞いた瞬間きっかんブチ切れそうになったわ。MCC？ 顔色が。金ないんやったら働かんかい。人様に迷惑かけて何が芸術や。家賃はな、大家さんとの信頼の証やぞ。それを香水代に消すとかどつき回したろか我。不合。ごめんなさい。私が借りたわけじゃありませんよ。古本失礼しました。ついおかんの血が騒いでしまって。猫さん、続きをお願いしますね。はい、命が縮みました。次はなぜこの作品が教科書に載り続けるのかという教育の闇についてです。闇って名作だからに決まってるじゃないですか。いいえ、これは学校制度が隠し持つ文化的再生産の掃除です。丸善というハイカルチャーの象徴に対し、貧乏学生は決して馴染めまい。馴染めない。確かに居心地が悪そうでしたけど。そうです。この物語を読ませることで学生の深層心理に上流階級の文化には近づくな、お前たちは排除される側だという階級の呪いを刷り込んでいるのです。考えすぎですよ。そんな陰謀論職員室で言ったら怒られますよ。ふふふ。そして何より恐ろしいのは、この作者が生きている間、作品はほとんど評価されなかったという事実です。そうなんですか？こんなに有名なのに。ええ、ドンジン氏に発表しても露感は皆無、誰にも読まれない、誰にも届かない。まるで MCC が先週アップロードした踊ってみた動画の再生数3と同じですね。グッフー、やめてください。その数字は言わない約束でしょ。誰も見ていないのに必死に何かを作り続ける孤独、これぞ承認欲求モンスターの悲しき末路。今の MCC の姿そのものです。うわー、深夜に F5 キー連打してコメントつかないかなって確認するのもう疲れたんですよ。言わせないでくださいよ。よしよし、泣かないで。そんな非効率な人生を送らないために現代的な最適解を提示しましょう。グス、最適解？レモンを爆発させる以外に何か方法があるんですか？簡単なことです。マルゼンに行かずに Amazon の欲しいものリストを眺めればいい。そして気に入らない商品はブラウザのタブを閉じる。これぞ完全和歌唱メタバーセによる精神安定です。味気なさすぎますわ。レモンの冷たい手触りとか匂いとかそういうのが大事なんですよ。アナログな感覚に固執するからビアモーです。すべてをデータとして処理して嫌な現実はログアウトすればいい。これこそが現代社会を生き抜く精神勝利法ですよ。最悪の教訓やな。現実から逃げてるだけじゃないですか。そんなの人間として終わってます。いや、逃げるが勝ちとも言いますよ。さあ MCC も嫌いな低評価は見なかったことにして脳内で総理宣言をしましょう。やだー、私は現実で評価されたいの。みんなお願いだからチャンネル登録してコメント欄にレモンの絵文字を置いていってくれ。そうしないと私の心が爆発しちゃうし。にゃん。